松原さんおはようございます。おはようございます。久しぶりの登場なんですけども。そうなんですよね。はい。ですね、1ヶ月ぐらい、歯が折れてしまってですね、前歯3本ありませんでした。で、学生の時にですね、ラグビー私やっていて、その時に歯が3本折れたんですよね。で、それを修理してたんですけど、ですね、近頃になって差し歯の土台がですね割れていてポロッと抜けました。で、それで修理がですね約1ヶ月かかってですね、歯がなくてもですね、私は写真いいんじゃないですかって言ったら吉川さんがちょっとやめてた方がいいよっていうことなんですよね。やっぱ結構老けて見えるみたいですね、歯がないとですね、ちょっと、変なおじさんみたいになってるんで、はい、あと歯が入った段階でですね28日に入りましてですね、やっと撮影ができるようになりました。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日はですね、アフィラム、PLRD ですね、それの高めが結構皆さんも伸びてるのがあると思うんですよね。それの生かし方をちょっとやってみたいと思います。それと、その高めをつけてですね、1年後2年後どうなっていったかっていうやつも見本がありますので、それを紹介していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。皆さんのところもですね、高めがいろいろあると思うんですけど、今まではポット植えしたりいろいろやってたんですけど、今回はですね、高めを取って、ちょっとした苔に巻いて流木につけるというやり方、板付けとかそういった風のやり方をちょっと紹介したいと思うんですよね。こんな高めですね。で、1本だったらちょっと寂しいんで、これはですねちょっと奮発して今日は5本1,2,3,4,5本をですね一つにまとめて苔で包んで、こういう形にして、こういった流木につけていこうと思っています。はい、アフィラムはですね、活着率がいいんですよ。本当は裸でもつくんですけど、灰苔に巻いて水持ちをちょっと良くしてということでつけたいと思います。本当はですね、今はもう成長期も大体終わったんで、根は出てこないかもしれませんけど、今つけとって、来春に根を伸ばしたいと思っています。はい。で、この管理でもうこれはですね約1ヶ月前ぐらいに植えたんで、根が少しずつ動いてはきてくれてるんですけど、こういってですね1、2年2、3年作り込むときれいになりますんで、もうそれを紹介したいと思います。これがですね高めを取って、3年目です。はい。こんな苗から3年するとこんな風になるっていう形ですね。はい。でこれを苔玉にしたんですけど、これをですね流木につけて根っこをきれいに張らせて、あんまりこう本当に自然な感じを演出したいなと思っているんで、そこにちょっとやってみたいと思います。こんな形で流木につけておくともう苔もあんまり目立たなくて根がぐるっと張ってきますからね、本当に自然な感じの木にくっついているような形になるんじゃないかと思うんですよね。それを今回紹介していきたいと思いますので、はい。じゃあちょっとやってみますね。はい。こんな感じを目標にしています。で、まずは、高めですね。高め取ったやつ、はい、ちょっとバルブごとちょっとつけています。バルブごとつけています。それはですねちょっと安定させるためにですね。でバルブをちょっと合わせて向きも考えながらちょっと組み合わせていきます。これで、5本目ですね。5本を1つにします。でこれ灰苔です。灰苔を小さくしました。はい、だいたい4センチの7、8センチぐらいでしょうか。でこれにくるんでいきます。根っこをくるんでちょっと根っこをですねバルブごと包んでいきますね。こんな感じにしていきます。でこれの糸をですね、はい、糸を黒糸です。ミシン糸ですね。ミシン糸で、これを巻き込んでいきます。巻き込んでいきますね。はい、こういう感じで巻き込んで、株を高めの株を安定させます。
こんな感じでいいですね。こんな感じでプチッと切って、でこれはやはり扁平です。丸じゃないです。逆に扁平にしてこう将来はこう自然な近自然な感じで根が張るようにしたいと思っています。でこの先っちょはですね、ピンセットで掴んで中に押し込んでおきます。でまずはちょっとはみ出た苔を少し切っておきますね。はい、こんな感じです。はい、こんな感じで流木につけていきます。はい、じゃあですね、約30センチぐらいの流木、これにつけていきたいと思います。まず穴を開けて、2箇所に穴を開けます。それと次ように上に穴を開けていきますね。でこれをここにこうつけますんで、1.2 ミリのアルミ線ですね。アルミ線でつけていきます。これプチッ、はい、1.2 ミリがちょうどいいぐらいですね。1.5 はちょっと大きいんで、大きいっていうか太いんで、これですね、これを U 字に曲げて、これを1箇所で押さえる形ですね。はい、でこれをこの穴に通していきます。もう将来的には、来春というか成長期、4月ぐらいからどんどん根が出てきますからね。で完全にこう根が出たらもうこれも外すことができますんで、とりあえず仮止めしておくという形ですね。こういう形で流木につけていきます。アルミ線をですね、後ろでこう縛って、でこれをちょっと引っ張ってくるくる回します。引っ張ってくるくる回して、あんまり締めすぎないようにして、こちらが安定すればいいです。落ちなければですね、もうずれませんので。でこれをカットして危なくないように曲げておきます。これで大丈夫ですね。こんな感じになります。こんな感じですね。はい、大きい苔玉と違ってこれがですね自然な感じでこうくっついてきますんで、これに、鉄線を差し込んで、L 字に曲げて当ててあげます。でこれを伸ばしてあげるとこんな感じの釣り手になりますね。はい、こんな感じです。で流木もですねいろんな形があるんで、これはちょっと面白いんですけどね。はい、これもドラム缶で炊き出ししてこう塩抜きをしております。でこれに今度はこっちですね、こっちを、このくぼみにちょっとつけようかなと思いますんで、こんな感じですね。はい、これも同じく上に中にも当てていきます。でこれをここにポコッとはめるような形です。で 1.2 ミリのアルミ線を少し切って、これをちょっと U 字にします。でちょっとはめていってるところを少し切りますね。でこれで押さえていきます。
でこの穴にアルミ線を通して、ここのくぼみでちょっと安定させるというような形ですね。で後ろで曲げて少し引っ張ってくるくる回していきます。引っ張って最後押し込んであげますね。これで安定しました。はい、こんな感じですね。でこれで後ろをカットして曲げ込んであげます。これで安全ですね。でそれでこの鉄線で釣るようにします。で L 字に曲げて当てます。でこれでくるっとしてやるとこんな感じですね。はい、でこんな感じで、来年にもう来年少しポロポロ花が咲く場合もあるんですよね。3年目にはこれぐらいになるという形ですね。でこれがもう土台がですね、苔玉じゃなくて流木に根がどんどん張っていくから、またこれも自然な感じになっていくと思うんですよね。でこの苔もあんまり目立たなくなりますからね。はい、本当にアフィラムはですね、木の、着生率がいいですね。よくきれいにこう根が張ってくれるんで、こうきれいになるんじゃないかと思います。これも一つのインテリアとしても面白いんじゃないかと思うんですよね。で流木もですね、いろんな形がありますんで、面白くなってくるかなと思います。こんな感じとかいろいろあります。面白いですよ。はい、でこれにもう少し根がどんどん張り付いてきてますね。これ1ヶ月前につけたやつですけどね。はい、こんな感じとかですね。はい、これちょっと三日月、ちょっと曲がってるけど面白い。もう根が少し張ってます。とかあとちょっと流木も動きのある面白いやつですね。これにも根が少し張ってますからね。はい、私は根のこう動きが面白いなと思ってるんですよね。根の躍動感というか、根がどんどん伸びていくのも面白いし、しっかりこう木にくっついて育っていきますからね。もう成長期は終わるんですけど、まだこれもこれだけこう今の状態で根がついていると、来春すごくきれいに根が張ってくれるんじゃないかと思います。これももう根が張り始めてますんで、はい、来年再来年はですね、結構大きな株になってきれいなものができるんじゃないかと思います。はい、こんなのをきれいに育つにはやっぱり肥料がいるんですよね。肥料やった方がきれいに育ちます。これがこんなのから3年目でこれぐらいになるということで、スリット鉢に植えて結構大きくなりました。大きいですね。はい、やっぱり肥料がちゃんと効いてるんですよね。でも肥料をやる時期は4、5、6、7月までですから、その時にちゃんと肥料をやったら結構太ってきますんで、皆さん肥料は忘れないでくださいね。で今やったらダメですよ。はい、基本的に4、5、6、7月で肥料は切るようにした方がいいんで、その時期にちゃんと肥料をやったらこういうふうになってくるという形ですね。はい、あとはもう外ですね、結構うちは外でほったらかしっていうのは雨に当てながら育って、で梅雨時期から雨に当てることも大事だと思います。はい、ハウスの中だったら水もかからなかったりするし、ちょうど成長期に水が少ないと成長しないっていうこともありますんで、そこら辺はもうそうですね、5月以降はもう外もう雨に当てる。梅雨時期もうちはもうビニール外して雨に当てていたらこうなったっていう形ですね。はい、成長期には水が好きなんでやってやるといいかなと思います。これも高めをですね、苔玉にくっつけて4、5本ですね、それを育てたらこうなったっていうやつです。はい、やっぱり、肥料と水をやったらこういう形できれいに育ってくるんで、今から寒さに当てること、10度以下に基本的に2週間以上当てた方がいいよというふうに言われてますんで、それと11月はもうほとんど水を切らすことですね。乾いてから水あげる方がいいみたいです。はい、いつもジュクジュクはダメですよ。もう10月以降は少なめにして乾いたら水やるという形で、11月は本当に乾かしてから水やるという方がいいと思います。はい、うちは今まで外の雨に当ててたんですけど、11月ちょっともうなりますんで、
ちょっとビニール貼って少し、水を控えさせておきたいかなと思っています。まあ明日も大雨ということなんで、まあ、ちょっと間に合わないんで11月になってもうちょっと上にビニールをかけようかなと思っているところですね。今年はちょっと強く乾かしてみようかなとは思っております。はい、まあ、低温に当てること、花を咲かせるには低温に当てること、10度以下に2週間以上当てた方がいいよということで、それから部屋に取り込むというのが大事になってくるかなと思います。はい、それと低温に当てるということと、ある程度乾燥させるというのが必要になってくると思いますね。まあ、11月は特に乾いてから水はやった方がいいと思います。はい、もう1ヶ月も水やらないという方もおられますので、その方が花がつきがいいよという方もおられます。はい、そういうところです。ピエラルディ、アフィラム、今アフィラムっていうふうに言われてますけど、昔ピエラルディとか言ってましたけど、うまく育てるとこういった形でたくさんのバルブが出て、来年はきれいな花が咲いてきますので、はい、ぜひ挑戦してみてください。高めからこういうふうに、まあ、これがもうちょっと 2,3 年かかりますけどね、まあ、成長が見れるの面白いんじゃないかと思います。ステンの皿ですね、ステンの網にちょっとくっつけてみたんですけどね、この前大阪の方が来ていただいてですね、YouTube 見たからということでわざわざ来ていただきました。名前言っていいのかな、はい、安場さんありがとうございます。はい、これも買っていただきました。わざわざですね、大阪からうちのお店を見に来て見に行きたいということで来ていただいてですね、はい、たくさん買っていただきました。どうもありがとうございました。まあ、こんな遊び心もですね、の作品もいろいろありますんで、これもですね、去年苔玉をステンの網皿に入れてやったらこうなったという形です。で、高めが出たやつをですね、苔玉にくっつけました。そうすることによってボリューム感が出てくると思ったら、やっぱこんな感じになってきたですね。高めをこうやって細かくしていくのも一つですけど、苔玉を作った場合には苔玉についた高めをですね、もう苔玉にU ピンで留めてあげるんですよね。そしたらまあこういう形でくっついてくるんで、高めがですね、まあ苔玉につくことによって成長がいいんで、まあ、これも花つきますからね。こういったちょっと暴れているっていうか、ちょっとボリュームが出てくるのも一ついいのかなと思いますんで、それとですね、チランジアをちょっとくっつけてみたんですけどね。はい、まあ乾いたら水あげるっていう形ですね。まあ、そういう形でチランジアもきれいに育ってくれています。まあ、根っこも後ろについてくれてるんでいいのかなと思うんですよね。はい、まあチランジアも花が咲くし、ちょうどいいのかなということでつけてみました。今試験的にやってるんですけど、まあ、いい感じかなと思います。まあ、こういったのもできますんで、まあ、いろんな応用ができるんで、はい、一つ買われて高めをいろんな応用で使われるといいかなと思いますね。ぜひ挑戦してもらいたいなと思っている品種ですね、アビノ。で、今年はですね、マダムロイヤルというのも入れておりまして、はい、それが結構バルブがでかくて大きくなっています。去年苗を導入したんですけど、来年はですね、むちゃ2本出しとか3本出しとか結構バルブが大きくて長くなってるんで、それもきれいに咲いてくれるかなと思います。マダムロイヤル、はい、新品種も導入しています。マダムロイヤルはまた別で紹介いたしますね。はい、結構びっくりするぐらい太っていますね。はい、あれもいいのかな。で、アフィラム、普通のアフィラムピエラルディよりちょっと花が少し大きいですね。で、去年はあんまりバルブの大きさは感じなかったんですけど、今年は確実にこのアフィラムよりはバルブのでかさがちょっとでかいし長くなっているというところで、やはり選抜品種ということだったんで、ピエラルディの密集かな、改良種のやはりその特徴はちゃんとあるのかなと思っています。来年の春はですね、花が楽しみかなと思っています。バルブの成長もいいし、株出しも結構もう良くなってきてるんで、はい、あれも面白いかなと思います。まあ、それはまだ別途紹介したいと思います。はい、アフィラム、こういうところですね。いろんな応用ができます。結構スリット橋もですね、結構面白く面白いというか結構太ってきましたね。はい、こういうところできれいに育ってくれております。まあ、これもですね、クルクラ村さんの販売所の方で販売できるような形になると思いますので、またそこへも覗いてください。はい、今日はアフィラムの
高めの生かし方、それと成長具合をちょっとお知らせしました。なかなかこう成長が見れるんで面白いと思いますよ。はい。で、冬はもう坊主になって、葉っぱを振って春もう大体基本的に春の、5月の連休ぐらいに桜が普通です。何もしなければですね。かもしればもう早く3月とか4月とか咲く場合もありますけれども、普通で言ったら大体5月の連休ぐらいにこう咲いていたっていう感じですね。はい、アフィラムぜひ挑戦してみてください。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。質問です。はい。今回の流木漬けの苔玉はえらいこうちっちゃい感じがするんですけど、これは何か意図するところがあるんですか？そうきましたか。はい。そうこれはですね、ちっちゃいですよね。小さいけど、基本的にアフィラムの根っこをよく見て、他の鉢物とか苗を見てみると根っこはそんなないんですよ。根っこはなくてもこうきれいに育ってくれるんですよね。はい。苔玉じゃない、これ苔がない状態でこんな感じと思ってもらったらですね、流木にフィットして根っこが絡んで、バランスよくなってくるかな、自然な感じになるかなと思うんですよね。それを狙ってこういう形にしてみたんですよ。で、ちゃんと管理すればこれがこんな感じになるんで、面白いかなと思うんですよね。立体的に見えるし、ほんの自然な感じになるかなと思います。その代わり流木につけた場合、やはり乾きが早いんで、そこら辺は成長期にはちゃんと水やることが大事になってくるかなと思いますね。456の肥料をやると水やり、成長期にちゃんと肥料と水をちゃんとやれば太るということですね。はい。ぜひ、皆さんピラルディアフィラムはですね、なかなか難しいとか流通してないとかいうのがありますんで、はい。ぜひクルカラムナさんの販売所の方ですね、こういったやつも売っていきますんで、ぜひ挑戦してみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。